はあ、なんこれ。こんにちは、春日部つむぎです。今日のフィギュアはこちら。2026年3月ファットカンパニーから発売されたトランセンドだよ。と、意気揚々といつも通りフィギュアの話をしたかったんですがね。こいつの存在が許せなくて、今日はフィギュア業界をぶったたくきっかけにさせてもらおうと思います。この問題は今までの積み重ねと、好きなキャラでやられた落胆で今不満が爆発した感じなんで、トランセンドに罪はないんだけど、どうしても今言いたくて、ちょっと長い過根があるんで、フィギュアをあまり知らない人向けにもちゃんと解説するね。まずはなぜここまで起こるか一つずつ話していこう。そもそもこのクリアパーツの存在、公式サンプルの画像にも存在せず、また、言及もされていませんでした。そして、これは2025年5月にアミアミで展示されていた時の写真。当然この時はそのようなパーツがはめられていない状態でした。で、届いたらこんなでかいクリアパーツで尻尾を支え出したわけです。当然発売までの間にこのような仕様変更の案内もないわけで。さて、このフィギュアの仕様変更、別に今に始まった問題じゃないし、製造過程上どうしても回避できない問題が発生したり、手作業でやっている工程もあることから 100% 同じものができないってのは理解している。サンプルに使われている見本はプロが手作業で最高クオリティに仕上げた一点物。量産品は工場ラインで大量に作るため、どうしても劣化する。各メーカーの情報を見ていても、写真はサンプル、実際の商品とは一部仕様と異なる場合がある、と書いてるし、アーシもそれを理解した上で予約購入をしているんだけど、だからといって、勝手に仕様変更していいわけじゃないだろうって、個人が趣味で作ってるとかそういう話であれば別だけど、企業として商売してるんだから、誠意ある商売はした方がいい。というか、なんかこういうファンアイテムやクリエイター主体のアイテムって、商売であるって意識かけてるところ多くない？納期にルーズ、品質にルーズ、多様にルーズ。でも作りたいもん作ってるから OK です。個人でやれ。法人でそんなことすんな。誠意見せる努力しろ。ここで言う誠意って、なんか怖い人が言う誠意とかじゃなくて、企業活動として一般的に行われている当たり前のことを当たり前にするって話。アーシがいる業界で勝手に仕様変更してナーフしたら、生きづらくなるってレベルじゃないんだけど。でも、フィギュア業界ではそれが当たり前になってるんで、当たり前のことを当たり前にやってるだけか。ごめん。期待した足が悪かった。には、ならんやろ。本当にこの体質は改善していかないといけないフェーズに入ってると思う。今は強力な IP の存在で濡れ手に泡の状態かもしれないけど、価格高騰などネガティブな状況になってるから、これから先、辛い状況になっても誰も手を差し伸べてくれなくなるよ。そしてもう一個起こってるのが、雑すぎない？多分製造過程で尻尾の耐久に問題発覚したと思うんだけど、もうちょっとうまいこと隠せよって、馬だけに。いや、こんなことも言いたくなるって。仕様変更については100歩譲って許そう。ただこの発売に間に合わせるために急増したかのようなパーツ。これがお前らの言う作りたいもんなんかってなるよね。おそらく、後ろの開発工程で発覚して、今から作り直すには金型からやり直しって状況になってたんだと思う。大量のロス、発売の遅延。でも尻尾が折れるリスクは避けたい。これらを回避するための苦肉の策だとは思う。だからって、こんな雑なパーツで仕上げるのはどうなんだよって。最善は尽くしたのか、もっと他に目立たなくさせる手法は考えなかったのか、どういった問題でこの形状になったかわからないけど、支えることが目的ならこの字型ではなく、U の字型とかの方が目立たなかったんじゃないかなって。パッと見た素人意見だけど、なんかもっとうまくやれただろって感想は拭えない。後ろだしそんな出ることないからいいでしょ。これだからフィギュアオタクは面倒で。って思われるかもしれないけど、フィギュア化って360度楽しめるメリット覆す発言なんで、背面ミラーケースとかも多いし、後ろだからって妥協すんなら、もう平面で作れよってなっちゃう。というのがアーシの思った感想。業界全体が抱えるサンプル商法問題と、
雑な仕上がりを好きなキャラでやられたもんで、こりゃもう怒るしかないなって。ちなみにお問い合わせは昨日時点でやってるんで、遅くても来週中には何か回答が来るとは思う。その結果次第ではヒートアップするかもしれないし、土下座してるかもしれない。今後どうなるか楽しみにしてくれていいよ。ちなみにこの仕様変更がなければ、ファットカンパニー様ありがとうございます。トランセンドが次元を超えてこちらにやってきました。最高です。ありがとうございます。舐めさせてください。なんなら舐めさせてください。また醤油で香ばしくいただかせてください。だけじゃありませんかって感想です。本当いらんところでケチがついて不満が爆発した感じ。ちなみにメガネにガラス表現が入ってる点について何も言わないでおこう。伊達メガネだけどガラス有無までは言及されてないから、ここはメガネ好きの矜持が問われるからね。メーカー監修してるだろうから、ガラス付き伊達メガネが静止なのかもしれない。といったところでトランセンドのフィギュアで不満が爆発した話でした。せっかくだし仕様変更についてもう少し言及しておこうか。実際アシが購入したものの中に明確にわかる仕様変更があるよ。例えば直近のシャミモモウェディング、これサンプルや展示ではアクリルプレートになってたんだけど、製品ではプラスチック台座に変わってた。そもそもサンプル時点で台座は未完成で仮のものを使ってることが多いから何とも言えないんだけど、これは少し難しい問題もあるし言及するのはちょっとって思って当時何も言ってないんだけど、やっぱりこういった小さな積み重ねが今回の件ってこともあるし、今後はちゃんと問い合わせてみようかと思う。仕様変更が絶対悪かというと必ずしもそうじゃないってのもあるんだよね。例えばマジックモールドの紬、展示やサンプルは円柱状のもので足を支えていたんだけど、製品はこういった形に変更されていて、安定性は格段に向上したんじゃないかなと思う。いやいや、これも目立つじゃん。今みたいに切れろよって思うかもしれないけど、大変痛いところを突かれる正論でございます。これに関しては完全に個人の主観で目立つ印象がなかったからってだけなんだよね。台座との設置は必須だし、台座の一部として考えていたってのもあるかもしれな。それにもともと存在していたものの形状変更で飾る上でメリットが大きいから許容したってのもある。台座といえば忘れてはならないし鼻の穴。これは本当に意味がわからない仕様変更。膝を置くスペースとナゾリングを固定するダボだけが用意された台座。本体を固定する機能がないんで、揺れるとカタカタして倒れそうだし、本体の大きさもあって怖くて飾れなかった。サンプルでは膝と台座を固定しているように見えるものがあるんで、当時問い合わせたんだけど、フィギュアの魅力を最大限に生かす工夫とか回答をもらった記憶。魅力を最大限に引き出した結果、速攻箱に戻っていただき、そのまま買い取りに出しました。他にも仕様匂わせで売ったワンダラ、これブログで何やらパージできるような匂わせ文章が書いてあったんだけど、特に何もないんで、匂わせ文章はどういう意味ですかって問い合わせたら、際どい造形頑張っただけでそんな仕様ないですって返された。そこは頑張って仕様変更しろよって。なおこの一件でワンダラーは見切ったんで、展示イベントや店頭展示でも取らないようになったし、金輪際買うこともないです。騙すような商売をするな。パッと思いつくのでこんなところかな。サンプルとかけ離れた製品を出して炎上し、再作成してもまだサンプルに届かなかったクレイラドールとかもあるけど、あれは仕様変更とは違う気もするから、ここでは深く語ることもないね。年々レベルは上がってこういったことは少なくなってきている気もするんだけど、未だにこういったことが起き続けている業界だからね。まあ、なんだ、頑張れといった感じで、なんとも締まりが悪いですが、今回の動画はここまで。別にチャンネル登録とか高評価しなくていいんで、業界改善のためにこれはどうなのって思ったら、積極的にお問い合わせしていこうね。これ、あんま大きな声で言えないんだけど、企業によっては一番効果的なのがお問い合わせ窓口の件数や内容だよ。SNS でお気持ち表明してよしよしされて気持ちよくなってるより、改善させるならこっちの方が近道だよ。あ、でも、過剰なクレームを入れるのではなく、事実を淡々と確認して納得できなければ見切るとかそんな感じで。それでは。